Buonasera、マエストロノートです。今夜は10分だけ音楽に時間をください。今日はモーツァルトの話をしましょう。5歳で作曲を始め、35歳で亡くなるまで音楽史を塗り替えた人物。名前は知っている。曲も一度は耳にしている。でも、モーツァルトってどんな人と聞かれると意外と答えに詰まる。このチャンネルでは、クラシック音楽は少し敷居が高い。興味はあるけれど仕事や家庭で忙しく深く学ぶ時間はない。そんな忙しいあなたに難しい専門用語ではなく、ほんの少しの背景とほんの少しの物語を、音楽が少しだけ近くなる時間をお届けします。Apriamo il sipario.5歳、スタート地点がすでに違う。モーツァルトは5歳で最初期の作品を書いたと記録に残っています。その一つが同じ楽譜帳にはメヌエット・ケッヘル 1A も残されており、これらはモーツァルトが5歳頃に書いた最初期の作品とされています。曲は短く構造もシンプルです。しかし注目すべきは完成度よりも5歳で自ら楽譜を書き曲を構成していたという事実です。旋律を思いつくだけではありません。和声の流れを理解し、形式を持った音楽としてまとめている。この時点で普通の子供とは全く違うスタートを切っていました。6から8歳、弾けるより理解している。6歳になると父親と一緒にヨーロッパ各地を巡る演奏生活が始まります。王様や貴族の前で演奏し、神童として大きな注目を集めました。この頃の記録で多いのが、他人の演奏を聞いてすぐに同じように再現できたという証言です。指が動く前に音楽そのものを理解していた。子供としてはかなり異例です。10代前半、即興がすでに作品レベル。10代に入るとモーツァルトは即興演奏の名手として知られるようになります。テーマをその場で渡され、すぐに音楽を作る。しかもそれっぽい音楽ではなく、一曲として成立する完成度。当時の即興演奏は単なる飾りではありません。その場で一曲を組み立てる力が求められていました。ここで天才の質が一段階上がります。14歳、一度聴いただけで曲を丸ごと覚える。1770年。14歳のモーツァルトは父レオポルトと共にローマを訪れます。時期は聖週間、復活祭を前にしたキリスト教で最も厳粛な1週間です。その期間中、バチカンのシスティーナ礼拝堂では特別な祈りの儀式、テネブレが行われていました。暗い礼拝堂、ろうそくが一本ずつ消されていく中で、グレゴリオ・アレグリのミゼレーレが歌われます。この曲は当時、教皇庁の礼拝でのみ演奏され、楽譜の持ち出しは禁止とされていました。演奏を聞いたその日、モーツァルトは宿に戻り、記憶だけを頼りにほぼ全曲を書き起こします。数日後、再び礼拝堂で演奏を聴き、細部を確認し修正。残された楽譜は
驚くほど正確だったと伝えられています。ローマ滞在中、モーツァルトの才能は広く評価されました。そして同年、教皇クレメンス14世は彼に黄金伯爵勲章を授けます。14歳の少年はすでにヨーロッパの中心で注目される存在になっていました。20代。頭の中で曲は完成していた。20代になると、モーツァルトは作曲についてこんな趣旨のことを手紙に書いています。曲は頭の中ではすでに全体が見えていて、各作業はそれを書き留めているだけだと。実際彼の自筆譜には迷いや修正が少ないものが多く残っています。感覚だけではなく完成形を一気に見通す力、これも天才性の一つです。20代後半から30代、分かりやすさの完成形。作曲家としての経験はすでに十分に積み重なっていました。ウィーンで活動し、オペラも交響曲も手掛けていた時期です。それでもモーツァルトは技巧を誇示する道を選びませんでした。代表的な曲はアイネ・クライネ・ナハトム・ジーク。1787年に書かれた弦楽セレナード。もともとは夜の集まりや社交の場で演奏されるための音楽です。第一楽章はあまりにも有名なあの明快な主題から始まります。軽やかで整っていて、初めて聴く人でもすぐに覚えられる。しかしその音楽は単なる気軽な BGM ではありません。旋律は自然に流れ、声部は穏やかに重なり合い、終わりまで無理なく進んでいく。難しいことをしないのではない。難しさを感じさせない。高度であることと分かりやすいことは両立できる。そのことをこの一曲が静かに証明しています。またこの頃のオペラでは別の天才性が見えてきます。フィガロの結婚。登場人物の性格や関係性が音楽だけで自然に伝わってくる。技術の天才から人間を描く天才へ、モーツァルトはさらに進化します。晩年最後の最後まで作曲をやめなかった。晩年のモーツァルトは体調も生活も決して楽ではありませんでした。それでも作曲は止まりません。亡くなる直前の数ヶ月、モーツァルトはオペラ「魔笛」の完成と上演に関わりながら、同時にレクイエムの作曲を進めていました。明るい舞台音楽と死をテーマにした宗教音楽、全く性格の違う音楽を同時に書いていたという事実だけでも常識外れです。病状が悪化し、自分の手で楽譜を書くことが難しくなってからも、モーツァルトは作曲をやめませんでした。弟子に向かって、ここはこの和音で、次はこう進むと口頭で音楽を伝えていたという証言が残っています。体は限界でも頭の中では音楽が鳴り続けていた。1791年12月5日、モーツァルトは35歳で亡くなります。レクイエム、この作品は未完のまま残されました。でも途中までの音楽には迷いや混乱はほとんどありません。最後の瞬間まで天才は天才のまま作曲していました。今日のモーツァルトいかがでしたか？モーツァルトの天才性は一つの能力ではありません。
幼い頃から音楽を理解しまとめ上げる速さ、一度聴けば忘れない記憶、その場で形にしてしまう即興、やがてそれは人の感情を音で描く力へと変わっていきました。明るさも軽やかさも不安も祈りも、人生のあらゆる表情が音楽の中に刻まれています。そして最後の瞬間まで、筆が止まる直前まで音楽は書かれ続けました。次にアイネ・クライネ・ナハトム・ジークやレクイエムを耳にすることがあれば、それを有名な名曲としてではなく、一人の作曲家が最後まで向き合い続けた音楽として聴いてみてください。ほんの少し聞こえ方が変わるかもしれません。A presto!